つまり、昨日こんなことがあった。月のない夜は決して振り向いてはいけないよ。それは教訓だったのか、警告だったのか。随分と昔、私がまだ今あり方を夢にも思っていなかった頃。突然何の前触れもなく泣き出したくなるぐらいの不安でいっぱいになって祖父の工房に逃げ込んだ夜の話だ。祖父は別人のように優しく微笑み、私の頭に静かに手を乗せて、赤色の死がお前の背中を見ているからね。そんな気休めどころか、より絶望的な言葉を残して私を家に突き返した。私はあの夜、確かに背後に潜む影を認めた。ずっと遠くから私を見ている何者か。それは少しずつ年々距離を縮めていき、小さな点ほどだった気配は、その息遣いさえ感じるほどすぐ後ろまで迫っていた。もちろん錯覚。振り向いた先には誰もいない。ただ、きっかけになったあの夜。あの時の言いようのない不安は間違いなく約束された死に起因するものだった。Hey dido dido, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. The little dog laughed. あれはいつの話だっただろう。遠い子供の頃の記憶の片隅。絵日記じみたかすかな思い出。暗い夜には決まって祖父の言葉が耳に響く。どんなに風が強く吹いても、傍らの少女の歌が聞き惚れるほどのものでも、不吉な言葉をかき消すことはできない。ご到着ね。傍らのアリスが言った。抑揚のない声は完全に傍観者でいることを示している。夜の公園には私と彼女だけ。今日は私にとって今の自分の誕生日。記念すべき初陣にしては少々不吉な夜と言わざるを得ない。分厚い雲は黒い傘のように月明かりを遮っている。強い風は夜空を引き裂き、重い雲を運んでいく。公園の真ん中に立つ柱時計の針は、2本とも頭上の月を指すように頂点を向いている。あいにくと今日は月のない夜だったけれど、冬の大気は深夜になって凶暴さを増している。息を吸うだけで体の中が凍る気がする。骨に染み込むような冷気はそのまま背骨を通じて脳に直接入り込んでくる。思考が寒さで麻痺しないよう、指先が寒気で化石にならないよう、私は自分のリズムと感情に炎をくべた。触覚を譲るわ。幸運ね。あの位置なら刻んでおいたウィスプが灯る。アリスの言葉にうなずきだけで答える。その時一瞬だけ地面が見えた。私の両足はかすかに震えている。寒いから震えているんだと判断したけれど自信はなかった。本当は寒さではなく恐怖で痺れてしまっているのかもしれない。ほっと息を吐く。感情が動いているのなら私は十分に人間らしい。そんな感傷に浸る間もなく、結界の感触がアリスから私に移ってきた。この公園一帯に敷かれた透明の壁。地中深くまで根を張った認知外の絨毯。夜に響くクオンジアリスのマザーグース。
それらの感覚と私の体が一つになる。ざわりと右上に鳥肌が立つ。誰かが私の腕に侵入したのだ。鳥肌はアリのように右腕を這い上がってくる。ゆっくりと確実にこの心臓をめがけて。払いのけたくなる衝動を抑えて、より決定的な位置、より確実な到来を待つ。月のない夜。公園の小さな街灯だけでは闇のすべては見渡せない。アリの進行は止まった。私の右腕から離れて真中の隣。視界を動員することなく闇に潜む侵入者の姿が見える。ここから右舷後方30歩ほどの茂みの影。四つん這いに手をついたそれは手招きするように右手を上げ、そこ。私の近くと敵の行動はほぼ一緒だった。ほぼ同時だった。体が振り向く。敵の腕は槍のように伸びた。高速で後頭部に放たれた凶器が私の髪をさらっていく。アリスから結界を譲渡され、ここ一体そのものとなった全能の感知が最小限の回避を可能とする。礼儀知らずの蛮行に舞い上がる髪。頬をかする小さいが鋭い痛み。死が魂に触れた気がした。体内の血流を異なる回路に切り替える。秒速1メートルで体内を巡る血液が架空の元素に変質する。心臓は全く別のエンジンになり果てて、私の体を一つの回路として利用する。熱量として計測されない不可知の運動。私を今の私にならしめた未だ人の手の及ばぬ神秘。あらゆる奇跡、偶話の動力となる生命の炎。これを私たちは魔力と呼ぶ。セット。振り向いて敵を視界に収め、片手を振りかぶる。腕は意志の代行だ。私はまだ未熟だから声と動作を使わないと魔術は働いてくれない。魔術式はあらかじめ公園に刻まれている。私がすることはその式に火をくべるだけ。体内で生成した魔力を各自それぞれの方式で流し込めばいい。大抵の魔術師は転移方式だ。有線にしろ無線にしろ式に魔力を注げばいい。出す、打つ、流すといろいろあるけれど、私の場合は何というかこう自分の手足で弾く感じ。燃えろ。高速に高速で対抗する。数メートルに伸ばした腕はそのまま、敵は炎に包まれた。夜の公園ということもあってキャンプファイヤーを連想させる。ただ炎の中で影絵のようにうごめくのは人間らしき姿だったけれど、不自然に発した炎はやっぱり不自然に消えた。物を焼く音も焦げた匂いもあまりない。結界返すわ。死体を確認するから。傍らの彼女に言ってもう動かない人影に足を向けた。殺した。殺した。殺した。相手が何者であれ人の命に手をかけた。その現実味もなければ手応えもなかった事実を乾ききった喉で
なんこれ。まあいいや、飲み込む。硬くて苦くて、これっぽっちも飲み込めないけど、これなんて言うんだろう。肝心なところであれだな。読み仮名がないな。まあ飲み込もうと努めていた。私は至って冷静だ。心拍数は0と幾分オーバーしていて、呼吸も知事に乱れているけど、頭はすっごく冷静のはず。気がつけば消し済みはもう目の前。感激を想定しつつ、ゆっくり死骸を確認する。よし、問題なし。公園の地面に倒れ伏したそれは燃え尽き灰になっていた。けれど何かおかしい。一見した感想。残骸のあり方に生命の匂いがしない。まさかと人影の顔を見る。そこには目も鼻もなくマネキンのような白い面だけがあった。ちくしょう、またやられた。叫んでマネキンを蹴っ飛ばす。灰は風に舞い、死体も風化していく。いや、死体というのは正しくないか。これはただの人形で、結局おびき寄せたつもりがまた外れを引かされた。本当の意味での初陣はまた先送りになったということだ。いつになったら一人前にって。あれ？その時、ふと視界を見慣れたものがかすめた。向こうの滑り台の影の形がおかしい。なんというか、余分なものでぷくっと太っている気がする。戦闘の余熱でのぼせていたのか。私はその余分な影が何であるか思い出すのに1秒もかかってしまった。誰？自分で言うのもなんだけど失敗だった。その見慣れた高校の制服を着た誰かは私の声でビクッと後じ去って、そのままものすごい勢いで走り出した。まるで必死に逃げるみたい。って実際に逃げてるんだ、あれ。追いかけて！見られた！急いで相棒に言うけれど、彼女は第三者の存在に気づいてもいなかった。かといって自分も動けない。情けないことに今の戦闘でまだ足がすくんでやがる。ダメ！逃げられる！捕まえて始末しないと！上品に振る舞う余裕なんてない。この現場を誰かに見られることは私たちにとって生死に関わる問題なんだから。待て、足のしびれを振り払って公園の外に出る。なんて見事な逃げ足だろう。一部始終を目撃した何者かは跡形もなく住宅地の闇に消えていた。ああ、もう結界にあいつの感触なんてなかったのに。などと文句を言ってみても学生服の人影が戻ってくるはずもない。自分の情けなさを恨めしく思いながら私は追跡を諦めた。一時的にしろ公園はアリスの森になっている。ここでは1メートル以内にいようと人物像の特定、声の確認はあやふやになる。何しろ童話の中の出来事だ。一連の出来事は見られたが、私や彼女の顔や素性は知られていない。なら、他に打つ手はある。あの背中、男だった。公園に戻る。見慣れていて当然で、あれは間違いなくうちの高校の制服だ。手がかりとしてはそれで十分。うちの生徒なら洗い出す手段はいくらでもある。にしても、どうしてこう問題ばっかり増えていくんだろう。などと愚痴りつつも解決の優先順位ははっきりしていた。変な噂をばらまかれるより早く、さっきの目撃者の口を封じなくてはいけない。それも最優先で、迅速に容赦なく。顔を上げると離れていたアリスの姿が見えた。魔術師としてのあり方を目撃され、
ピンチなのは彼女も同じなのに。これは困ったことになったわね。人影の走り去った闇を見つめる姿は、冷静というより彫像か何かのように無反応。ほんとうんざりする。欲のないその声は月のない晩に憎たらしいほど似合っていた。